はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ASA 初開催、エクセレントアドベンチャー徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットが始まりまして、結構経ったんですが、初開催となりますイースターイベント、エクセレントアドベンチャーが開催されました。イベントの中で一番イベントアイテムを集めやすいイベントでもありますし、可愛いアイテムたちが多いイベントでもあります。ぜひこの機会に集めていただければと思います。イベントの詳細、イベント内容、そして今回実装されたイベントアイテムやスキン、チビペットたちをご紹介していきます。最後にこのイベント特有の注意事項がございますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。今回少し喉を壊しておりまして、声がおかしいんですが、ご容赦いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。まず、イベントの詳細からお伝えしていきます。開催日なんですが、2025年4月16日から2025年4月30日末までとなります。ただし、太平洋時間となっておりますので、日本では翌日の早朝ということでイメージしていただければと思います。続いて、イベント倍率。通常倍率が収穫、テイム、経験値、ブリーディング2倍となります。週末に関しては、日本時間で土曜日の午前5時から火曜日の午前5時までオール3倍となります。週末のみ3倍となっておりますのでご注意ください。イベントアイテムは後ほどご紹介させていただきます。イベントカラーに関してはこちら。今回人気のシアンはないんですが、イースターにちなんだ淡い色のカラフルなカラーリングとなっております。珍しい色も多いので、ぜひこの機会にゲットしていただければと思います。続いて、イベントの適用方法なんですが、まず開始で始めた右側、モッドリスト開いていただきまして、そのままでもいいんですが、モッドの閲覧のところから右上、検索の部分に EGGエッグ入れていただければ2ページ目にこのようにエクセレントアドベンチャーが出てくるかと思います。こちらでインストールまずはしてください。これは公式の方でも非公式の方でも全てダウンロードは必要となります。サーバーに入るときにおそらく自動ダウンロード出てくる場合もあると思うんですが、ここからダウンロードしていただければと思います。続いて、ローカルの方に関しては、もう少し作業が必要となります。ゲーム作成または再開というところを押していただいて、一番上、モッド設定。こちらの利用可能なモッドを押していただくと、この中にエクセレントアドベンチャーが入っていると思いますので、選んでいただいて、下にモッドを有効、無効とありますので、表示が無効化ってなっていると有効になっています。目印としては名前の横に A のマークがついておりますので、これを目印としていただければと思います。すると左側の有効なモッドというところにエクセレントアドベンチャーの表示が出てくると思いますので、これで適用が完了となっております。この状態でシングルプレイヤースタートしていただければ、このように適用ができるというものになってます。入った後、ローカル環境の方に関しては、すぐはイベント生物湧いてこない場合があるので、一旦コンソールコマンドのところから、Destroy Wild Dinos を適用していただいて、一回サーバーの野生恐竜をリセットをかけていただければ、その後はイベントカラーやイベント生物が湧いてくるかと思いますので、ご利用いただければと思います。このあたり詳しくは前回ローカルサーバー設定のところでお話ししておりますので、よくわからないよっていう方は一度そちらをご確認いただければと思います。続いて非公式サーバー、プライベートサーバーを立てられている方に関してはですね、
サーバーのコマンドライン起動因数に mod ID を追加してください。今回はこちら、プライベートサーバーでイベントを有効にするためにはこれだけで大丈夫です。あとは先ほどのモッドのダウンロードされている方がそのサーバーで遊べるということになります。続いてイベントアイテム獲得方法ですが、いつも通り作業台から作成が可能です。休日フォルダ、今回分かれているんですが、こちらですね、エモートとチビペット、各種スキンとなります。昔のものから新しいものまで全て獲得が可能です。交換は全てウサギの卵というもので交換することになります。このウサギの卵、腐敗期間はあるんですが、イベント期間中は持つ期間となっておりますので、ご安心いただければと思います。ウサギの卵の獲得方法なんですが、このようにですね、イベントのバニードードというのがドードの代わりに湧きます。この子はテイムはできないんですが、このようにですね、マップ内にウサギの卵を産むというものになってます。これを拾っていくということですね。だいたい5分に1個から5個ぐらいの頻度で卵を産むことになっております。ただし、ローカルの場合、分設定を上げていると、その設定が適用されて卵を産みますので、ご注意ください。詳しくは最後の方でお話しします。もう一匹ですね、近づくと逃げちゃうので、フォトモードで追ってるんですが、このようにバニーオビラプトルがいます。この子の役割は、ドードーの近くにいると、ドードーがウサギの卵を産むのをブーストしてくれます。一応以前、この子も 50% の確率で卵を産むという設定があったんですが、それが適用されているかは今のところ確認が取れておりません。バニードードーなんですが、テイムすることはできないんですが、一応ですね、クロスボウにジップラインをつけて突き刺して引っ張ることができます。これで自分の建築した囲いの中にバニードードーを集めることは可能です。ついでにオビラプトルも連れてくれば大量の卵を手軽に集めることができます。ただし公式サーバーでする場合に関してはいっぱい湧くんでそんなに問題はないんですが、人の迷惑になるようなことは避けましょう。これをする場合もう一つ注意しないといけない部分があるんですが、そこは最後にお話しいたします。これでウサギの卵を集めていただいて作業台で交換するということになります。続いて、イベントアイテムについて。まずは設置タイプ。今回、新アイテムとして、フラワーリースが実装されました。これは単純な飾りとなっておりまして、普通に設置することが可能です。スナップでも、スナップ外してでも壁に設置することができます。続いて、パビンスキン。こちらは装飾品箱に設置していただくんですが、装飾品箱、小になります。中には付けれないですが、小にはこのように設置が可能です。続いて、花の餌箱スキン。これは通常の餌箱に付けていただくんですが、中身入っていないと、外側が花の絵がついたただの箱です。中にもちょっと絵がありますけどね。中に一つでも入れていただければ、このように花が咲くというものになってます。ただし、近寄るとなぜか花がお辞儀をしてしまうというアークあるあるの植物系バグルというやつですね。近づくとなぜかお辞儀しちゃいます。なんででしょうね。もう一つ、先ほど拾ったウサギの卵なんですが、このように設置することができます。割るって出ているんですが、前はアイテム手に入っていたんですが、今回割っても特に何も手に入りません。なくなるだけです。ただの白い卵なんですが、このようにペイントブラシ持っていただいて、クリック。着色エリアがまず2箇所あります。5番が模様、1番が全体色となっております。1番赤く塗るとレックスの卵みたいですね。その他手書きでこのようにフリーで文字でも絵でも何でも書けるようになってます。今回真っ白いんで書きがいがあるとは思うんですが、いろいろ試していただければと思います。これで閉じるとそのまま適用されているということになります。ぜひ頑張っていろいろ書いてみると面白いかと思います。
こういう装飾にも卵を使うことができますので、ぜひいろいろ飾り付けてみていただければと思います。続いてチビペット。今回4種類追加されておりまして、まずはチビビースターヒヨコ。続いてプリングシャインホーン。続いてチビバニー。続いてチビトギウサギ。以上が今回新規追加のチビペットとなります。続いて恐竜スキン。まずはコスチューム。プロコプトドンくん。こちらにコスチュームに設置していただくとウサギになります。袋にも多数の卵が設置されます。ASA になってコスチュームそのままポットに収納ができるようになったので、以前よりなくすことは少なくなるかと思います。続いて恐竜のサドルにつけるスピン。恐竜用イースターひよこ帽子。今回はグロー君にご協力いただいております。恐竜によって少し見た目変わってきますので、こんな感じになっております。続いて恐竜用イースターエッグ帽子。こんな感じですね。このスキンはレックスが一番似合うような気がしています。続いて恐竜用ウサギのつけ耳。これはみんな似合うと思います。続いて恐竜用ラウンドサングラス。今回の新アイテムになるんですが、黒にはちょっと厳しいようですね。続いてサバイバーのスキン。まずは武器関係長人参。こちらは今通常の槍についているんですが、これは長槍にもつけることは可能です。見た目こんな感じですね。槍だと投げることも可能です。使い切るとスキンなくなっちゃいますんでご注意ください。続いて羊飼いの杖。これも同じく槍と長槍にもつけることが可能です。見た目こんな感じですね。杖なんですが槍の適用となります。なので同じように攻撃で投げることもできます。続いてチョコレートラビットクラブ。これはコンボのスキンとなります。チョコレートバーみたいな感じですね。見た目こんな感じですね。続いてエッググレネード。これは通常のグレネードに設置するタイプになってます。見た目こんな感じですね。ピン抜いて投げると爆発するとこのように花びらが舞います。続いて E4 リモートエッグスプロージョン。C4 爆弾を使うスイッチ側に設置します。C4 爆弾に設置するんじゃないのでご注意ください。設置すると C4 の方も変わります。これも設置して爆発するとこのように花びらが舞います。続いて防具につけるスキン。ウサギのつけ耳。続いてイースターエッグ帽子。続いてイースターひよこ帽子。続いてマシュマロ帽子。
続いて、イースターエッグヘッド。今回、新規アイテムとして、スプリングフラワーティアラ。もう一つ、ラウンドサングラス。サングラスはつけるときと外すときにエモートが特別にあります。続いてバニーテール。これは足につけるスキンになるんですが、足装備プラスバニーの尻尾がつきます。続いて全体コスチューム。胴に適用するんですが、これに関してはですね、他に装備をつけてもこの全体スキンが適用されます。まずはバニーコスチューム。ちょっと太っちゃいますね。続いて、新アイテム、子羊コスチューム。こちらはスマートですね。続いて、エモート。まずはもともとあるバニーホップダンス。そして、尻尾を振る。鼻投げエモート。花びらを投げます。以上がタワイマーのスキンとエモートになります。続いて、エクセレントアドベンチャーの重大な注意点となります。先ほどご案内した通り、エクセレントアドベンチャー、後ろに見えるようにマップにバニードードーが卵を産みます。各所に産むことになるんですが、ローカルの場合は糞の設定頻度を上げてしまうと、この卵大量に産んでしまいますので、一箇所に大量の卵が密集してしまうということになります。一応今のように消えるようにもなってはいるんですが、要するにですね、サーバーがめっちゃ重くなります。そして公式オンラインの方、さらに注意が必要なんですが、サーバーが24時間動いております。サーバーに卵が生まれることになるんですが、イベント当初に関してはですね、みんな拾いに行くので問題ないんですが、後半になりにつれてみんな集め切ってですね、卵を拾わなくなります。するとサーバーに大量の卵が残ります。めちゃくちゃサーバーが重くなります。今回一定範囲でですね、卵が消えるようになっているようなので、ある程度は大丈夫だと思うんですが、極力最後まで卵を見かけたら拾うようにしましょう。アイテム集めやすいんですが、この面ですね、イースターイベント、公式サーバーでは結構辛いイベントにもなっております。イベント中、特に後半ご注意いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、イースターイベント、エクセレントアドベンチャー徹底解説をお送りいたしました。1年を通してですね、一番イベントアイテムが集めやすいイベントでもあるんですが、先ほどご案内した通りですね、注意しないと後半サーバーがめちゃめちゃ重くなるイベントでもあるので、ぜひ最後まで卵拾いを頑張っていただければと思います。交換以外にもペイントをして拠点を飾ることもできますし、スキンなくしてしまっても大変なので、予備でですね、多めに作っておいていただけるといいと思います。その他、手に入れてないチビペットなどですね、これを機会に獲得していただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。
バイバイ。